こんにちは、ミッキーです。今回は最高の隠れ家空間としておすすめしたい立川のカフェを5選ご紹介したいと思います。立川編は以前にもご紹介させていただいているんですけども、今回は特に隠れ家的空間で比較的お店に入りやすく、そして店内空間が広々としていて、デートとかあとは友達とゆっくりお話をしたい時に使っていただけるようなカフェをご紹介したいと思って動画を作りました。まだまだですね、マイナーなチャンネルではあるんですけども、ぜひこの動画を見ていただいた方が自分だけのおすすめカフェとして知っていただけるような、そういった有益な動画になればと思ってますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。それでは早速1軒目のお店は小梅のコーヒー焙煎所さんのご紹介です。こちらは2021年の1月にオープンしたばかりの自家焙煎コーヒー店でございます。実はですね、多分食べログにもまだ掲載されていないようなお店で、本当に隠れ家になってるかなと思っています。で、私がどうやってこのお店を見つけたかと言いますと、前回の立川編でご紹介させていただいたタローズコーヒーさんのマスターに、今回2021年の年明けにオープンするお店があるということで、そしてですね、コーヒーにこだわりが強いということでご紹介していただいたお店です。八王子編とか桜新町編でも結構そういったコーヒーのマスター同士のつながりが特徴的な印象で、立川もですね、まさにこの町ぐるみでのコーヒーのつながりがあって、すごい素敵だなと思える場所ですよね。で、こちらのお店はこんな感じで、本当に豆の種類も結構豊富で、シングルオリジンから引いているものもたくさんありますので、本当に値段にびっくりするぐらいリーズナブルな価格で高品質な豆をいただくことができるので、タイトルの通り穴場的隠れ家的空間になってるかなと思ってます。で、このマスターはとてもコーヒーにも詳しいですし、あとはですね、こういった手作りのハンドメイドのこだわりとか、そういった温かさみたいなものを感じられる空間ですので、是非いろいろ興味を持ったことを質問してみたりとか、あとは単純に会話を楽しんでいただくような、そういった場所になってたかなというふうに感じています。で、こちらはこの日にいただいたコスタリカのラ・カンデリージャをナチュラル製法したものをいただきました。非常にですね、味わいが特徴的でフルーティーなんですけれども、エチオピアのような柑橘系というよりかはベリー系のみずみずしい感じがとても印象的でした。続いてご紹介しますのは樫の木コーヒーさんです。で、こちらのお店も2020年の11月にオープンしたばかりのコーヒー専門店になってますね。で、こちらのお店では自家焙煎コーヒー店として有名なフグレンコーヒーさんとオニバスコーヒーさんの高品質なコーヒー豆をマスターが選んで買い付けて、ドリップしていただけると、そういったお店になってますね。なので本当に有名店のコーヒー豆をハンドドリップでいただくことができるという、ちょっと贅沢な空間になってます。で、そしてコーヒーだけでなくてですね、こちらのティラミス、ほうじ茶ティラミスと抹茶ティラミス、あとは上のいちごのショートケーキがとても有名で、ぜひですね、テイクアウトで今主に提供してるんですけども、テイクアウトで買っていただいて、今のこういったご時世の中でおうち時間にいただくのがとてもいいのかなと思いました。で、こちらのお店は今はスタンド形式で提供してはいるんですけども、奥側にテレワーク用のスペースなんかもあるようなので、そういった使い方もできるのかなというふうに思いました。あとですね、飲み方もたくさん選べますし、こういったですね、豆の販売とか、あとはお菓子の販売も行ってますので、そのあたりもぜひお土産として買っていただくような形で楽しんでいただくといいのかなと思います。で、こちらフグレンさんとかオニバスさんのコーヒー豆なんですが、結構定期的に変わるようなので、ぜひですね、何度か立ち寄っていただく中で自分のお好みの豆を探していただくのにもとてもいいのかなと思います。もしそうやって試していく中でオニバスさん、フグレンさんのコーヒー豆気に入って実際に足を運んでみるというのも一つの楽しみ方ですよね。そしてこちらがこの日にいただいたドリップコーヒー。今回はフグレンさんのホンジュラスエルパンタナルロット2をいただきました。口当たりは不思議と甘くみずみずしいようなホンジュラスの豆の特徴をうまく表現しているなと感じました。続いてご紹介しますのはカフェソブさんです。こちらのお店はもともとジリオというお店だったものを改装して出来上がったおしゃれ空間になっています。で、こちらのグランドオープンは2020年の8月ということで、こちらもとっても新しい空間になっていますね。
でこんな感じで広々とした空間で結構その光の差し込み方とか、あとはこのカウンター席では料理をしている姿を実際に見ることができるので、その辺も臨場感を持って楽しめる場所かなと思ってます。でこんな形でスイーツとかも提供されているのと、こちらのお店ではモーニング、ランチ、カフェ、ディナーと幅広い用途で利用していただくことができるので、お好みのスタイルに合わせてちょっとですね、時間は気をつけていただかないと、もしかしたらランチ過ぎてたっていうこととかもあるかもしれないので、その辺はホームページとか確認していただくといいのかなと思ってます。でこんな感じでカウンター席でもちょっと充電ができたりとか、一人の時間を過ごすにももってこいなのかなというふうに思いました。でこちらはソファー席ですね。なのでお友達で4人ぐらいで来ていただいても結構長居してしまうような、そういった空間になっているように感じました。で本当にこの日も日曜日に伺ったんですけども、結構スムーズに入れてまさに隠れ家だなというふうに感じました。でこちらがこの日にいただいたカレーランチですね。カレーは後で移します。でこちらはセットでついてくるサラダと、あとはスープですね。でサラダとスープ以外にもドリンクはコーヒーもしくは紅茶から選ぶことができまして、コーヒーはこちらに移しているアメリカーノスタイルでいただくことができました。でカレーなんですけれども、カレーには雑穀米を使っているので、ちょっとですね白米だと、炭水化物気になるななんて方にもおすすめできるのかなというふうに思いました。是非立川の南口でランチとか、あとはモーニング、ディナー使っていただくといいかなというふうに思いました。続いてご紹介しますのはサルタヒココーヒーの立川店になっています。こちら高島屋の中にあるんですけども、サルタヒココーヒーのこの空間だけはめちゃくちゃおしゃれになっていますね。結構おしゃれ空間なコーヒー店というとスタバのイメージが強いと思うんですけれども、サルタヒココーヒーも相当やっぱり内装にこだわってるなというふうに思ってまして、武蔵小杉編でもご紹介してるんですが、スタバばっかりだと、飽きてきたななんていう方にはぜひおすすめしたい場所ですし、あとですねデートとかちょっと店知ってる風を出したいなんて時にいいのかななんていうふうに思いました。はい、でこんな感じでカウンターはお一人様用に使うことができるのと、あとこちらの窓側の席はですね、結構テーブルになっていたりソファになってたりするので、お友達だったりとか、あとはビジネス用途なんかにも使ったりできるのかななんていうふうに思いました。でこんな感じで、お店の方の、丁寧な接客を受けながら、いろいろとお好みに応じたオーダーをしていただくということができますね。でこちらサルタヒココーヒー以前もご紹介してるんですが、アイスクリームが結構有名だったりもするので、コーヒーだけじゃなくてですね、アイスが好きな方はそちらも頼んでいただくといいのかななんて思ってます。こちらがソファー席ですね。とてもゆったりと過ごすことができるので、ぜひ使ってみてください。であとは右手に見えてますこちらのコーヒー系のメーカーとか、あとは器具とかコーヒー豆も売ってますので、飲んでいただいて気に入った方はそちらも買っていただくといいのかなと思ってます。サルタヒココーヒーというとですね、デカフェとかシングルオリジンとかゲイシャなどいろいろな豆を選ぶことができるので、とてもコーヒー好きにはありがたいですよね。そんな中、この日は季節限定で提供されていたマザーズデイブレンドをいただきました。こちらのマザーズデイブレンドは結構特殊なというか、コーヒーでは珍しいハニー系の風味があるおかげかですね、結構ほんのり甘く口の中に広がる様子がとても印象的だったかなというふうに感じました。そして最後にお店をご紹介する前に、こちら実は第1弾でご紹介したグリーンスプリングスさんになってるんですけど、結構奥の方に進むとこんな空間があるんですね。まさにカスケードと言われるこちらの空間なんですけども、こちら日曜日の昼間に伺ったんですが、ご覧の通り結構空いてましてですね、多分まだ知られてないんじゃないかなといったような印象です。とても昭和記念公園が一望できたりとか、とてもいい空間なので、あんま教えたくはなかったとは思いつつ、でもやっぱりこういった空間ね、ぜひいろんな人に知っていただいて来ていただくと、空気も気持ちいいので、ぜひ使っていただきたいななんていう、そんな思いで撮影させていただきました。でそのカスケードを抜けた先にあるのがこのザ・ドラゴンフライバーというところですね。まさにグリーンスプリングスの終着点と言えるべき場所にあるバーなんですけれども、こちらではコーヒーとかもいただくことができるので、カフェスタイルでもバースタイルでも楽しめる、そんな空間ですね。そしてめちゃくちゃやっぱおしゃれですよね。カウンター席はもちろんなんですが、奥の方にはピアノと席もありますね。でこちら瓶が綺麗に整列されていて、めちゃくちゃインスタ映えだななんていう風に感じています。
結構このグリーンスプリングスさんに併設されているホテルの宿泊客が使われているのかななんていう印象ではあったんですが、こちら本当に先ほども申し上げた通り、日曜日の昼間にこんだけ空いてるってもうめちゃくちゃ穴場ですよね。なのでぜひこの動画を見ていただいた方は利用していただくといいかなと思ってます。で、後でメニューもご紹介するんですが、ちょっと確かに値段は高いんですけども、あの虎ノ門とか銀座とか、本当都心の方のバーとかめちゃくちゃ高いじゃないですか。あれに比べれば全然安いなっていうふうに思いますし、こんな、20代そこそこの私なんかが行っても全然手が届く値段だったので、ぜひですね、ちょっと背伸びしたいな、でもあんまりお金はないななんて方にもお勧めできる、そういったバーになっています。で、こちらはこの日にいただいたルカフェクラシックコーヒーと、あとは自家製チーズケーキです。こちらセットにすると200円引きとかにもなるので、ぜひお勧めしたいですね。そんなにちょっと量は多くないんですけれども、この空間代ということで贅沢に味わっていただくといいかなと思ってます。こちらがチーズケーキ、ちょっとクローズアップしてみたんですけども、ずっしりと詰まったチーズケーキというよりはとてもふんわりとした食感が特徴的だったので、ぜひ試していただきたいですね。そしてこちらが店内から外を眺めた様子ですね。本当に立川の街並みと、あと緑がとても綺麗なので、ぜひこの景色も堪能してみてください。ということで、以上立川からおすすめカフェを5選ご紹介させていただきました。今回ご紹介したカフェはいずれもとても今は穴場になってるなというふうに思っていて、本当に自分の一人の時間を過ごしたい時に使っていただきたいような場所とか、あとは特別な時間を過ごしたい時に使いたい場所になっています。もしかするとこの動画がいろんな人に見ていただくと、こういった場所もだんだん混んでくるかもしれませんが、それは本当にですね、ご紹介させていただいたお店にとっても嬉しい悲鳴かなと思うので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価、あとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。